こんにちは、ミミです。モカです。今回は、新しく作った FCR の紹介と、レーダーの解説です。じゃあ、まず FCR の紹介です。そもそも、FCR は目標をレーダーで捉えて、座標や速度を計算するものです。何に使うの？敵艦を捉えたりして、ミサイルの誘導とかに使うよ。映像のミサイルは、FCR の情報を元にして飛んでってます。まあ、そんな感じのものです。ところで、この中に今回作った FCR があります。わかりますか？全部同じに見えるよ。全然違うよ。新しい FCR はこれです。新しいやつは使いやすくなりました。こんな感じで、ノイズによるカメラの揺れがほぼなくなってたり、ロックオン中でも WASD を押せば、レーダーを動かせるようになりました。それなら改造でよくね？他にも色々改良したから新造したよ。特に変わったのは、アンチチャフ機能とノイズ除去です。相手がチャフを使っても、6発までなら完全に判別できます。ちょこちょこ出してるだけなら、チャフは無意味です。ちなみに、標的艦はこんな感じにチャフを出してます。もっとたくさんチャフ使えばいいだけじゃね？それでもちゃんと動くの？普通に目標を見失うよ。でもどんなレーダーでも8発使ったら見失うので。ね？意味はあります。怪しいな。チャフを浪費させることができます。多分意味あるはずです。ノイズ除去も改善しました。と言っても難しいので、レーダーの解説の時にちょっと話します。あとは？目標を検知できる距離が、8km から 16km まで伸びました。2倍だね。もちろん、同じとこもあります。この FCR も逆さまで使用可能だし、入出力のデータとかも同じです。前の FCR との互換性を高くしました。画面に出てる情報もほぼ同じです。ほぼ変わらないね。まあ、こういう感じのシンプルな FCR です。へえ。ってことで早速レーダーの解説をしていきます。多分こっちの方が気になる人が多そうです。というか私が解説をしたいんです。レーダーって言っても、何を解説すんの？レーダーの基礎って感じのことを解説するよ。まず、前半で出力している値とか基本的なことを解説します。後半では、目標座標の求め方とか、ステルスとか、チャフ対策とかをやる感じです。いろいろやるね。必要な前提知識としては、コンポジットの使い方と、ストア内のキックとかの概念がわかることです。あと、ルアもかけると非常にいいです。割と上級者向け？まあ、そんな感じかも。どうしても、たくさんの値を扱ったり、複雑な処理をしようと思うとコンポジットとかルアが必要になります。まあ、ステルス技術に関しては、ルアもコンポジットもあまり関係ないので、それだけ見るのもありかもって感じです。なんか眠そうな内容だね。モカは寝ないでね。あと、解説する前に言いたいことがあります。ストアにおいて、レーダーは電波を出しません。よくわからない原理で目標を捉えます。多分魔法かなんかです。ならそれレーダーじゃなくない？レーダーみたいなものって考える方がいいかもです。ってことで解説開始です。まず、レーダーには新レーダーと旧レーダーがあります。何それ？旧レーダーは、昔あったバージョンのレーダーです。でもアップデートで旧レーダーが廃止されて、新レーダーに移行されました。じゃあ、もう使えないの？ワークショップでオールドレーダーって調べれば何個か出てくるので、サブスクライブすれば使えます。現時点では動作しますが、公式的には非推奨っぽいです。旧レーダーに関しては、特にベーシックサイズのものについて説明します。他のサイズは？あんまよくわかんないんで解説しません。クソじゃん。他のサイズも基本的なところは同じだと思うから、使うときは頑張ってください。新レーダーは？新レーダーは、サイズが違っても使い方は全部同じなので大丈夫です。多分。違ったらすみません。大丈夫かな？次に解説するのは単位変換です。いきなりどうした？数学？眠いよ。ストームワークスでは、角度に関する単位変換が結構必要です。先に説明した方がいいと思うので、説明します。ストームワークスでは、この3つの角度の単位をよく使います。意外よくわからん。ターンはそのまま、1回転で1になる単位です。ストームワークスではセンサーの出力値の単位がターンを使ってる場合が多いです。ラジアンは、1回転で2倍になる単位です。後で使うサイン関数などの三角関数はラジアンを使ってます。ってことで、まずドとターンの変換式です。覚えないとダメ？別に必要になったら調べればいいよ。この動画も、変換する方法が存在する、ことを知ってれば十分です。ってことで説明します。ターンからドは、1ターンで360度なので、ターンに360をかけてます。逆にドからターンなら、360度で1ターンなので、ドを360で割ります。ターンからラジアンなら、1ターンで2パイラジアンなので、ターンに2パイをかけます。逆にラジアンからターンなら、2パイラジアンで1ターンなので、ラジアンを2パイで割ってます。最後はラジアンとドです。と言っても、さっきの式の組み合わせだったりします。ドからラジアンは、ドをターンに直してからラジアンに変換してます。ラジアンからドも、ラジアンをターンに直してからドに変換してます。約分できるじゃん。そうだよ。約分すると、よく見る公式になります。じゃあ、
解説に戻ります。まず Q レーダーについて、レーダーに映る範囲を説明します。Q レーダーは水平 FOV を FOV という名前の数値ノードで指定します。単位はターンです。早速出てくんのか。というか、FOV って何？フィールドオブビューの略で、視野角って意味です。水平 FOV なら、水平方向の視野角を表します。図で言ったら、この部分の角度のことです。逆に垂直 FOV は、図で言ったらこの部分のことです。垂直 FOV は90度固定です。そこは固定なんだ。ちょっと使いづらい時があります。あと、レーダーの左右の向きをフェーシング用という数値ノードで変更できます。これも単位はターンです。こんな感じに操作すれば、大雑把に相手の方向がわかります。レーザーが示してるのが、レーダーの視野です。目標を探知すると、ライトが光るようになってます。範囲内に入るとレーダーが反応してるね。次は出力する値について説明します。Q レーダーは目標を捉えている時に、論理ノードのターゲットフォーンドが芯を出力します。その時、数値ノードで、目標までの距離と行角、信号強度を出力します。なんか色々出力するね。じゃあ、図で説明します。ここに Q レーダーがあって、こっちのヘリコプターを見ています。目標までの距離は、言葉の意味の通りで、単位はメートルです。直線距離か。行角は、図のここの角度のことで、単位はターンです。水平距離の線と、直線距離の線がなす角のことです。細かいね。正確に計算するには、細かくないといけないんです。最後に信号強度です。信号強度は数値ノードシグナルストレングスから出力されます。どんな値？ S を信号強度、M を目標の質量、D を目標までの距離とすると、こんな式で表せる値です。使い道は？目標までの距離と信号強度は、レーダーが出力しててわかるので、この式をこう変形すれば、捉えたものの質量を調べることができます。なんで質量？よくわかりませんが、ストアのレーダーは質量を手がかりに、目標を捉えているようです。やっぱり未知の技術か魔法です。謎だね。目標を捉えれるか捉えれないかの条件にも、質量と距離が関係してきます。信号強度が 0.25 を下回るときは、レーダーは目標を捉えることができません。さっきの式を使えば、信号強度は質量に比例して、距離に反比例することがわかります。離れるとすぐに信号強度が下がっちゃうね。まあ、目標が重ければ大丈夫です。でも、1×1 ミサイルとかを捉えるのは厳しいです。画像のミサイルの質量は61マスなので、244メートルまで近づかないと検知できません。迎撃は厳しい？これだけなら、まだできたかもしれないよ。あと、この式を使えば、捉えたい目標の質量から、探知可能な最大距離を求めることができます。とりあえず質量に4をかければいいってこと？まあ、そういうこと。グラフにすると、質量に比例して、探知可能な最大距離が長くなるのがわかります。最後に、Q レーダーは一つの目標の情報しか出力できません。なので、視野の中に複数の目標があると、信号強度が最も高いものを出力します。映像では、近いけど非常に軽い目標より、遠いけどすごく重い目標を捉えてます。問題なさそうだけど？ミサイル迎撃にはちょっと問題だよ。敵のミサイルよりも、それを発射した戦車や船を捉えてしまいます。それなら確かに問題ありそう。なので、私が前に作ったハードキル型 APS では、新レーダーを使ってます。ってことで、次は新レーダーについて紹介します。まず、新レーダーは水平 FOV と垂直 FOV をプロパティで設定できます。どちらも単位はターンです。なんかここの数字変わってない？そうだよ。FOV を広くすると、有効範囲が小さくなります。逆に FOV を狭くすれば、有効範囲は長くなります。何それ？有効範囲は、探知可能な最大距離と、探知間隔に関係する値です。でもまあ、今は有効範囲が長ければ、遠くの目標を捉えれるって思えばいいです。後で詳しく説明します。そっか。あと、新レーダーはアクティベートっていう論理ノードに芯を入力すると動作します。その時、こんな感じでくるくる回らせたり、送引させることができます。この速さや範囲もプロパティで設定できます。旧レーダーよりは、送引させるのが楽です。じゃあ、新レーダーが出力する値について解説します。新レーダーは、8個の目標の情報を同時に出力できます。多いね。目標の情報は、レーダーデータコンポジットから出力されます。コンポジットの内容はこんな感じになってます。1から信号強度が強い順に出力されます。でも信号強度は出力しないんだね。その代わりに、検知してからの時間と、目標までの方位角ってのがあるよ。何それ？じゃあ、説明していきます。ここに新レーダーがあって、赤点に目標があるとします。目標までの距離は旧レーダーと同じで、単位はメートルです。目標までの方位角は、図で言うとここの角度のことです。レーダーを基準に、目標が右に何ターンの方向にあるかがわかります。目標までの行角は、旧レーダーと同じです。図で言うとこの角度のことで、目標が上に何ターンの角度にあるのかがわかります。あと、今説明した3つの値は、ノイズを含みます。
距離は 1%、角度は 0.001 ターンです。それは大きいの？目標の速度まで計算しようとすると、かなりのノイズです。後で、ノイズ対策についても説明します。最後に、検知してからの時間です。これは少し複雑です。そもそも、新レーダーはある一定の間隔で、目標を探知しています。これは何？上のバーが右に到達した瞬間に、新レーダーが目標を探知してます。なので、探知するタイミングじゃないと、視野内に入ったとしても探知できません。何も映ってなくても探知してるよ。最後に探知した目標の値を出力しているっぽいです。映像だと、この瞬間に目標を捉えます。そうすると、この瞬間の芯の距離や角度が決まります。その芯の値に毎キック違うノイズが足された値が、次の探知まで出力され続けます。だから同じ位置でずっと揺れてんの？そうだよ。芯の値は探知した瞬間から変わらないけど、ノイズだけは変わります。なので、探知した後にレーダーが動いても、目標が揺れる位置は変わりません。この性質がノイズ対策で役立つし、レーダーの落とし穴にもなります。こんな仕様、初見じゃわからん。こういう仕様があるので、探知してからの時間が意味するのは、最後に探知してから何キック経過したか、って意味です。ちなみに、探知した瞬間は0キックです。あと、探知間隔は、こんな式で表されます。何これ？使ってる変数は、探知間隔 DI と、有効範囲 ER です。この部分は、有効範囲を2000で割って 0.5 足してから、切り下げるって意味です。全体で言うと、さっき計算したところと、位置を比べて、大きい方が探知間隔になります。よくわからん。気にする必要ある？これ。回転する捜索レーダーと、長距離レーダーは特に気にする必要があるよ。まず、捜索レーダーを作るときは、垂直 FOV を最大近く、水平 FOV を最小近くに設定すると思います。そして、そのレーダーを回転させるはずです。よくありそう。でも、何も考えずに回転速度を最大値にしたり、水平 FOV を最小にすると、探知に抜けが発生する可能性があります。探知するタイミングは一定間隔だからです。よくわからん。大雑把に言うと、さっきの映像みたいに、探知していないタイミングで目標が視野を通り抜けちゃうんです。なんかめんどくさいね。しかも、この式からわかるように、レーダー有効範囲が長いレーダーほど、探知間隔は長くなります。比例してる感じだね。100km も先の目標を捉えようとすれば、探知間隔は51キックにもなります。遠ければ遠いほど、リアルタイムに目標の位置を求めるのが難しいことを意味します。10km もあれば十分じゃね？まあ、大抵のレーダーなら十分ですが、長距離レーダーを作るときは気をつけてください。そして、新レーダーにも目標を捉える条件があります。旧レーダーと同じように、軽すぎる目標は捉えにくいってことです。でも、条件がちょっと違います。新レーダーの場合、最大探知距離はこのような式で表されます。どんな意味？目標の質量を250で割った値が1より小さければ、その値が有効範囲に掛け算されます。逆に、1以上の場合は、有効範囲がそのまま探知可能最大距離になります。で、何かあんの？これで。旧レーダーと比べるとこんな違いがあります。横軸が距離、縦軸が探知可能な最低質量です。直線の傾きが小さいほど、軽い目標でも探知できることを意味します。旧レーダーはこの線、有効範囲が2000メートルの新レーダーでも青の線です。新レーダーの方が軽いものも探知できるってこと？そういうこと。有効範囲を1000メートルより長くなるように設定すれば、新レーダーの方が軽い目標を捉えやすいです。次は、JAF について説明します。JAF はこういう感じに、ミサイルのレーダー誘導をごまかすために使用されます。外れたね。見えにくいですが、ここのJAFにミサイルが誘導されました。使い方を説明します。JAF は、フレアランチャーのプロパテで、JAF を選ぶと使用できます。発射すると359キックの間、JAF の雲ができます。約6秒間、レーダーを惑わすことができます。短めだね。JAF は、レーダーから見た質量が、1000万マスという膨大な質量を持ってます。それはでかそう。この船でも12万マス程度なので、レーダーまで同じ距離なら、何よりも信号強度が大きいです。そして、新レーダーを使った 1×1 ミサイルは、信号強度が最も強い目標に誘導されます。さっきの映像は、それを利用したものです。また、JAF が映るのは新レーダーだけで、旧レーダーには映りません。謎だね。最後に、新レーダーと旧レーダーの特徴をまとめると、こんな感じです。この列が旧レーダー、右が新レーダーです。そこそこ違うね。私的には、旧レーダーは乗り物への攻撃が得意な感じがします。JAF が効かないし、相手が大質量なので信号強度を気にする必要はあまりないです。JAF を無視しながら、とりあえずでかい目標に突っ込むってこと？そういうこと。前回作ったミサイルがそうです。より、信号強度が大きな標的艦の方に向かってます。標的艦は、8発以上のJAFを出してますけど、無意味です。かなり面倒なミサイルだね。
新レーダーは FCR とか、追尾レーダーに向いてる気がします。一応、いくつか CAF を無効化する技術もあるので、探知可能な数が8あるのがメリットとして大きいです。あと、表の英語版です。見たかったら、一時停止してください。じゃあ、後半は応用的な内容をやってきます。内容はこんな感じです。まだまだあるね。今回の動画は一番長いかもしれません。じゃあ、目標のローカル座標を計算する方法を解説します。まずローカル座標について説明します。この動画で言う、ローカル座標っていうのは、レーダーから見た目標の座標って意味です。言い換えれば、レーダーから見た目標の相対的な位置です。私から見たら模下は左にいるけど、カメラから見たら模下は右にいるって感じです。視線が集まった気がした。で、これは何？今から説明に使う模型だよ。ここにレーダーがあって、緑の方向を向いてます。そして、レーダーはこの赤点を見てるって状況です。この棒は何？この棒は、それぞれ XYZ 軸の正の方向を表してます。ちょうど RGB って感じに、光の三原色と対応してます。目標の位置を表すときは、X 方向に何メートル、Y 方向に何メートル、Z 方向に何メートル進んだかで表します。それを求めたいってこと？そういうこと。この3本の矢印の長さを求めたいってことです。それぞれの長さを、dx、dy、dz としておきます。ってことで解説しますが、旧レーダーと新レーダーで求め方がちょっと違うので、まず旧レーダーから解説します。まず、旧レーダーが出力するのは、距離、仰角、信号強度だけです。なので、正確な方位角はわかりません。なんか問題あるの？正確な距離、仰角、方位角がわからないと、XYZ を求めることができないです。なので、こうします。二つ使ってるね。こうすれば、dx、dy、dz を求めることができます。わかってる変数はこれです。何これ？前のレーダーの仰角と距離、後ろのレーダーの仰角と距離です。前が1で後ろが2ってことか。まず、dx を求めます。これ何の図？さっきの模型の図だよ。ここが後ろ側のレーダーで、赤点が目標です。後ろのレーダーの値を使って、dx を求めていきます。エレニとディスには、レーダーが出力するので分かってる変数です。この2つの変数を使って、dx を求めていきます。dx を求めるには、三角関数を使います。うわ出た、キモ。ひどくないですか？ストアにおいて、三角関数は便利なので説明します。直角三角形において、三角関数はこんな感じに定義されます。ストア風に、シータの単位はターンにしてあります。なので、変換式を使って単位をラジアンに直してます。ちなみに、ファンクションブロックとかルアスクリプトの三角関数は、ラジアンじゃないとダメです。めんどくさいね。まあ、しょうがないです。ってことで、dx を求めていきます。わかっているのは、エレニとディスニです。そんでもって、ここに直角三角形がありますよね？あるね。さっきの図で言うと、B が dx、C がディスニ、シータがエレニになってます。まあ、そうっぽいね。じゃあ、この式の変数に、dx、エレニ、ディスニを代入してみます。こっからどうすんの？あとは簡単です。こんな感じに式を変形すれば、dx を求める式が完成です。ルア風に書くと、こんな感じです。すごい、意味不明。でもまあ、とにかくこの式で dx を求めることができます。次は、dz を求めていきます。今回は、前側のレーダーが出力する dis1 と L1 を使います。さっきと同じように計算すると、この式で tz を求めることができます。はしょったな。やり方は同じだから大丈夫です。ってことで、次は ty の求め方を解説します。と言っても、まず三平方の定理の説明をします。三平方の定理は、こんな感じのやつです。C の2乗は、A の2乗と B の2乗を足したものになります。なんで？とにかくそうなります。証明はネットで検索してください。丸投げじゃん。とにかく使えればいいんです。あと、ルートを使うとこんな感じに C を表せます。これを今から使います。じゃあ、dy を求めていきます。今わかっているのは、dx、dz、目標までの距離である dis1 です。まず、この辺の長さは、三平方の定理を使ってこんな感じの式で表せます。次に、青い三角形のところは、同じようにこんな感じに表せます。なんか複雑だね。まあ、そうかも。でも、最後にこうやって変形すると、dy を求める式になります。これで、旧レーダーでのローカル座標の求め方を解説できました。超長かった。まだ、新レーダーでの求め方があるよ。ということで、今度は新レーダーでの求め方の説明です。まず、新レーダーは目標までの距離、仰角、方位角を出力します。レーダーは1個でいいの？そうだよ。新レーダーは1個で、dx、dy、dz をすべて求めることができます。便利だね。まず、dz と水平距離を求めます。使う変数は、dis と L です。また三角関数を使って、こんな感じに求めることができます。今回はコサインも使ってるね。
じっくり見たかったら、一時停止してください。と言っても、三角関数の定義に変数を突っ込んでるだけです。もう一回写しときます。へえ、よくわかんね。ちょっと。まあ、これで tz と水平距離が求まりました。次は、水平距離と方位角を使って、tx と ty を求めます。と言っても、また同じように三角関数の式に当てはめるだけです。こんな感じです。もっと複雑じゃん、だるいね。だるくても、目標の位置を計算するのに重要な式なんです。とまあ、これでローカル座標の求め方を説明できました。次は、ワールド座標への変換方法を説明します。と言っても、まずワールド座標とローカル座標について説明します。今までやってきたローカル座標だと、レーダーを基準とした相手の位置です。なので、目標のローカル座標をそのままミサイルとかに送っても、意味がありません。そう？例えば、こんな状況だと問題が発生します。レーダーがミサイルに対して、前に 3.1 行ったところに目標があるよって送ったとします。でもミサイルからしたら、そもそも、レーダーはどこでどんな姿勢なんだってなっちゃいます。まあ確かに。そこで事前に、ここをワールド座標の原点とする、って決めておきます。この図なら左下の部分です。そして、レーダーは目標のワールド座標を計算して、それを送れば解決します。でも結局ミサイルからしたら、ミサイルから見てどこに目標がいるかわかんなくない？それも大丈夫だよ。フィジックスセンサーは、自分のワールド座標での位置や姿勢を出力してくれます。この図のミサイルで言うと、自分が右に4、上に3のところにいるってセンサーを使えばわかります。へえ。これと姿勢の情報を使えば、ワールド座標からローカル座標へ変換できます。あと、その逆もできます。両方できるんだね。そうだよ。でも、この計算はかなり難しいので、解説しません。最悪じゃん。でも、この計算をしてくれるプログラムを以前アップロードしているので、それを使ってください。概要欄にリンク貼っときます。説明サボってる？ちゃんと説明しようとすると、行列の授業が始まっちゃうのでやめときます。自分で作りたい人は、オイラー角とか回転行列とか調べるといいと思います。名前からして眠そう。あと、さっき紹介したプログラムでは、原点をスターターベースのこの辺としています。Z 軸だけ地面があるので位置がずれていますが、向きに関してはこんな感じです。なんでそんなとこ？ GPS センサーやフィジックスセンサーは、ここを原点としてるからです。センサーに合わせただけか。そういうこと。じゃあ、次は新レーダーのノイズ対策について解説します。と言っても、私はノイズ対策にそこまで詳しくないので、今回作った FCR に搭載したフィルターを説明します。まず、フィルターの説明に入る前に、新レーダーの出力とノイズについて、もう少し詳しく説明します。何これ？左側に新レーダーがついてるので、右側の重りとの距離をグラフにして表示する装置です。これが距離のグラフです。ガタガタどころじゃなくない？探知間隔が長めな長距離レーダーだと、普通にこうなります。詳しく左から見ていきます。まず、この瞬間に距離の芯の値が決定されます。おそらくこの辺りです。そして、次の探知までの間、同じ芯の距離に、プラマイ 1% の一様なノイズが足された値が出力されています。そして、またこの瞬間に芯の距離が決定されて、同じことが繰り返されていきます。じゃあ、もしノイズがなかったとしたら、こんな感じになる？そう。もし、ノイズがなかったとしても、赤線が出力されます。ノイズなしでもガタガタじゃん。しかも、長距離レーダーほど、ここの長さが長くなっていきます。これは、仰角と方位角でもほぼ同じです。ただ、ノイズは 0.001 ターンの一様分布になります。あと、実際の重りとの距離はこんな感じです。ガタガタじゃないです。検知した瞬間以外はかなり不正確だね。じゃあ、ノイズフィルターについて説明します。今回作った FCR のフィルターは、2段階あります。処理の流れはこんな感じです。レーダーの出力値に、1段目のマックスミンフィルターっていうのをかけます。そして、その値でワールド座標を計算して、2段目のフィルターをかけます。1段目と2段目で、対象とするデータがちょっと違うので注意です。ちなみに1段目のフィルターの名前は、私が考えたやつです。本当は正式名称ありそう。知ってたら教えてください。じゃあ、早速1段目のフィルターを解説します。1段目は、探知周期内でノイズを軽減します。左のグラフを、右の赤点にするって感じです。1探知周期ごとに、ノイズを取り除く感じです。平均取ればよくね？実はもう少しいいやり方があります。まず、方位角のデータが一つ取れたとします。右が正の方向で、赤が取れたデータです。この時、芯の値がどこからどこまでに存在するかを考えます。プラマイ 0.001 の範囲じゃないの？まあ、そうなんです。芯の値は、プラマイ 0.001 ターンのどこかにあるはずです。逆に言えば、芯の値はそれ以外の範囲にはありません。じゃあ、2つ方位角のデータが取れたとします。この時、それぞれのデータに同じことを考えると、ここの範囲にしか芯の値が存在しないことがわかります。
ここだと、左側のデータの説明がつかなくなるし、こっちだと、右側のデータの説明がつきません。これをもっと複数でやると、残る範囲はこんな感じです。範囲が狭まったね。あとは、残った範囲の真ん中を推定値とすればいいんです。プログラムだるそうだけど、大丈夫だよ。よく見てみると、残った範囲の右側と左側を決めているのは、最小値と最大値です。なので、最大値と最小値の平均を取れば、残った範囲の中心を計算できます。意外と簡単じゃん。でも平均と変わんなくね？多くの場合、大差はないよ。でもこんな場合だと、平均や中央値を採用するよりも良い結果です。右寄りすぎない？ノイズはランダムだから、こういうことも起こりうるよ。最大値と最小値の平均なら、ここです。でも、ただの平均だと、真の値が存在し得ないところを推定値としてしまう可能性があります。とはいえ、私も不安だったので、Python でシミュレーションしてみました。もはやストアじゃない。青がフィルターなし、オレンジが平均値フィルター、緑がマックスミンフィルターです。シミュレーションの条件は、探知周期を8キック、真の角度を0ターンとした時の方位角です。このグラフは、高いところほど、その値になりやすいことを意味しています。なので、理想としては、真の値だけにグラフが立つことです。まあ、そこそこ性能いいね。どんな時でもこんな感じ？条件によってはほとんど変わんなかったりもするよ。気持ち違うくらいじゃん。これは探知周期が3キックの場合です。でも、探知周期が長い方が、差が大きいことは分かりました。探知周期が20キック、有効範囲が 40km 程度の長距離レーダーだとこんな感じです。かなり変わるね。まあね。長距離レーダーでは、気にした方が良さそうです。じゃあ、2段目のフィルターの説明をします。2段目は、ノイズをさらに取りつつ、目標の位置と速度を求めます。目標の X 座標がこんな感じになってたとします。横軸が時間で、縦軸が X 座標、赤点がデータです。縦軸が X なんだ。ちょっと注意です。こういう時に、こんな感じの直線を引ければ、いい感じじゃないですか？そんな感じはするね。もし、この直線の式の A と B を求めることができれば、目標の X 座標と X 軸方向の速度がわかります。へえ。なぜなら、X 座標に関しては、t に今の時間を入れればいいだけです。速度に関しては、この式を t で微分すればいいだけです。微分といっても、一次関数の微分は簡単です。A がそのまま X 軸方向の速度になります。確かに簡単。なので、この直線の式を求めたいわけです。そこで出てくるのが、最小時情報です。この式を使えば、いい感じの A と B を求めることができます。なんで？よくわかりませんが、とにかくこの式で求めれます。求められればよし、ってことで。この計算を YZ 座標に対してもやれば、目標の YZ 座標と軸ごとの速度を求めることができます。詳しい計算が載ってるサイトのリンクを概要欄に貼っときます。でもこれって、こんな感じの時どうなるの？この時は、あんまりうまく直線を引けないよ。直線じゃなくて、二次関数を引いてくれる最小時情報もあるらしいので、今回作った FCR に搭載するかもしれないです。いろいろあるんだね。でも、カルマンフィルターってのがあるらしいので、2段目のフィルターにはそういったものの方が、本当は良さそうです。なんでそっちにしないの？調べるのがめんどくさいからです。クソみたいな理由だった。だってめんどくさいし。ねじゃねもう次の話に行きます。この話は終わりです。ってことで次は、ステルス技術についてです。ステルス技術に関して、荒人さんの動画がかなり参考になってます。感謝です。なので、荒人さんの動画も合わせて視聴すれば、理解しやすいと思います。概要欄にリンク載せときます。ってことでまず、ステルス性の重要さについて説明します。突然ですが、攻撃を防ぐ方法にはいくつかあります。突然だね。例えば、パッシブ防護システムを搭載、すなわち装甲を搭載することです。そうすれば、攻撃が当たっても被害を減らせます。そうだろうね。アクティブ防護システムを搭載すれば、ミサイルを破壊したり惑わしたりすることで、攻撃の命中を防げます。まあ、映像のやつは成功率低いです。ダメじゃん。さっきのキャフも、アクティブ防護システムの一つです。でも、考えてみてください。そもそも、見つかってるから攻撃されるんです。見つからなければどうということはないんです。まあ、確かに。それに、見つからなければ不意打ちが可能になります。なので、ステルス性能は自分が攻撃するときにも、有利に働きます。ってことで、ステルス性の重要さについては、こんな感じです。じゃ早速、ステルス技術の説明に入ります。まず、レーダーが目標の何を捉えるかを解説します。結論から言うと、レーダーは目標マージの重心を捉えます。こんな風に、目標マージの端っこだけを捉えても、何も反応はありません。重心を捉えないとダメなんだね。これは、かなり重要な性質です。次に、マージについて説明します。この動画では、こういう別々に動くマージを、別マージと呼びます。こんな風に、3つとも切り離されたような動きをするからです。別々の物体って感じだね。
そして、今出てきた別マージ、種類が違います。本体とこれは、分離不可能な別マージ。本体とこっちは分離可能な別マージ。と呼ぶことにします。まあ、ただ単に外れるかどうかです。そのままな名称だね。ピボット系は、全部分離不可能な別マージ、です。というか、取れたら困ります。逆に、ハードポイントとか、繋がってない場合とかも分離可能な別マージ、です。ミサイルとかは、分離できなきゃ困りますよね。なんでそんな分けてんの？レーダー的にはこの2つ、性質が全く違います。この2つの物体を、遠くからレーダーで見てみるという実験をします。赤と緑はそれぞれ別マージになっています。奥が分離不可能な別マージ、手前が分離可能な別マージです。そして、緑色のマージは、軽くてレーダーに映らないようにしてあります。赤は？赤いマージの方は、映る重さにしてあるよ。じゃあ、実験映像です。片方しか映ってないね。分離不可能な別マージにした方が、映ってます。逆に、分離可能な別マージにした方は、映ってません。ステルスって感じだね。まあ、そうなんですけど、もっと詳しく説明します。分離不可能な別マージと、分離可能な別マージで違うのは、遮蔽が起こるか起こらないかです。何それ？まず、映らなかった方は、模型で表すとこんな状況です。青点がレーダーの視点、濃いピンク色が赤マージの重心です。まず、レーダーは目標マージの重心を捉えるので、直線を引いてみます。すると、途中に分離可能な別マージがあります。この時、赤いマージへの視線は、このように遮蔽されてしまいます。この場合、赤いマージはどう頑張ってもレーダーに映りません。この別マージは映らないの？軽いから映らないよ。でももちろん、これが重いと映ります。とまあこんな感じに、分離可能な別マージ同士は、遮蔽し合うことがわかると思います。次は、レーダーに映った方を解説します。模型で表すと、こんな感じです。同じように、レーダーの視点がこれ、赤いマージの重心がこれです。さっきと同じように、視点から重心まで、視線を引きます。今度は突き抜けてるけど？実は、分離不可能な別マージ同士は、互いに遮蔽しません。なんで？よくわかりませんが、とにかくそうなってます。まとめると、分離可能な別マージ同士は、互いに遮蔽します。逆に、分離不可能な別マージ同士は、互いに遮蔽しません。だから、この実験のようなことが起こります。なんか複雑だね。ステルス化するには、軽い分離可能な別マージで、遮蔽すればいいってことです。次はこんな実験です。さっきと同じように、赤いマージは重くて、緑の分離可能な別マージは軽いです。これはレーダーに映ると思う？知らん。まあ、映ります。なんで？これも模型を作りました。この場合は、視線はこうなります。重心まで到達してないじゃん。ここで赤いマージに当たってます。これでもう、赤いマージは映る判定になります。とりあえず当たればいいのか？じゃあ最後に、一番意味不明な現象を見せます。この赤い物体を、レーダーは捉えれると思う？話の流れ的に、捉えれると思うよ。そうだけど。まあ、とにかく、これでも捉えることができます。重心だけが映っててもいいのか？じゃあ、目標のマージが遮蔽される条件をまとめます。レーダーから目標マージの重心を見たとき、目標マージとその重心が、別マージによって隠されていれば、遮蔽されます。なった。大雑把に言うと、先に軽い分離可能な別マージが見えればいいんです。ここで、ステルス化するとき、この別マージの重さが非常に重要です。この動画では、ステルス化するための分離可能な別マージを、ステルス化マージ、と呼ぶことにします。そして、ステルス化するにあたって、ステルス化マージがレーダーに映るようでは意味がありません。確かに。前半で解説したように、旧レーダーではステルス化マージの質量に4をかければ、最大探知距離を求めることができます。こんな感じのステルス化マージだと、6マスしかないので、24メートルまで近づかないと見つからないってことになります。えぐくない？まあ、旧レーダー自体、そこまで探知できないからね。あと、ステルス化マージの素材には、フルイドインテークがおすすめです。大きい割に軽いです。じゃあ、新レーダーだとどのくらい遠くから見つけれるの？これも前半に説明した式で計算すると、こんな感じです。探知可能な距離を、本来の性能の 2.4% まで減らすことができます。すごそうだけど、面積小さすぎない？カプセルの、一方向だけじゃん。まあ、これだけだとそうだよ。でも、こうすればいいだけです。すべて分離可能な別マージで、横から見るとこんな感じになってます。何がいいのこれ？まず、赤と青のマージの重心はこんな感じです。ここで、左上の方からレーダーで見られた時のことを考えます。すると、赤いマージへの視線は、青いマージが遮蔽します。そして、青いマージへの視線は、ステルス化マージが遮蔽します。最後に、ステルス化マージは軽いのでレーダーに映りません。重心も考えなくていいです。結果的に、赤と青が重なった範囲に対して、ステルス性を発揮することができます。へえ。ちなみに、青のステルス板を隠せる範囲は150度くらいです。
こんな感じで、技術実証機も作ってみたので、ワークショップにあげときます。ちなみに中は適当です。ひどいな。でも、ちゃんとレーダーには映りにくくなってます。飛行特性は最悪ですが。ダメじゃん。あと、微妙にレーダーに映る角度があります。どうしてもこの方式だと、横から見られた時に、板が細くされちゃいます。いっそ、豆腐型の方がステルス性が高いと思います。ただ、重心を隠せばいいので、上下走動機だったら、ステルス性も飛行特性も良好です。しかも、水平方向には全周ステルスです。珍兵器すぎる。上と下の重心が、この辺りにあるので、それをステルスかマージで隠してます。水平方向から補足できないのは、この状況だからです。ステルスかマージが、本体への視線を遮ります。こういう角度からじゃないと、レーダーで補足できません。さっきの実験で言うと、この状況です。先に、本体に視線が当たります。ステルス機とは思えない見た目だね。ストアのレーダーは、電波の反射と関係ないからね。じゃあ、防空システムを搭載した船に近づけるかどうか試してみます。まずは、普通の飛行機で行きます。捕捉されて、ミサイルが飛んできてます。回避できるかな？まあ、普通に撃墜されました。次はステルス機です。撃ってこないね。すごくいい感じです。捕捉できてなさそうです。そして、対艦ミサイルをステルス化することもできます。前回作った対艦ミサイルをステルス化してみました。これも打ち込んでみます。ちなみに、このミサイルの見かけの質量は、真正面からだと7マスです。防空システムの性能的に、約130メートルまで近づかないと、探知できません。厄介だね。迎撃するのは現実的じゃなさそうです。じゃあ船をステルス化すれば？それが一番良さそうなんですが、質量再配分と呼ばれる現象があります。分離不可能な別マージ同士が、見かけの質量を配分するっていう現象です。じゃあ、この物体の質量を、旧レーダーを使って測定してみます。このちっちゃい方です。なんか重そうだね。本当なら、10マスもないはずですが、レーダーから見ると108マス程度もあることになってます。私が調べた感じだと、最大質量マージに対して、最小質量マージが 2.5% の質量を持つように再配分されるっぽいです。ただ、これに関してはあまり自信ないです。でも、複雑な場合でも同じでした。2.5% ってそんな重大？船にとってはかなりの数値だよ。ここにある FCR が、2358マスとかいう見かけの質量を持ってることになっちゃいます。なので、いくら船体をステルス化しても、FCR がレーダーに捕捉されちゃいます。こんな感じで、ステルス化するには分離不可能な別マージに、かなりの制限がかかります。大変だね。一応、FCR をある程度ステルス化する方法もあります。重りを使って、分離不可能な別マージの重心を無理やり下げてます。右からは捕捉できないですが、FCR は右方向を捕捉できます。でもかなりでかくなってない？それが欠点です。あと、両負荷も制限されるし、次に話す方式のアンチチャフも使用不能です。とはいえ、ステルス FCR は魅力的です。一方的に相手を捕捉できます。なんか陰湿だね。まあ、そうかも。ってことで、ステルス技術については以上です。次は、今回作った FCR のチャフ対策について解説します。まず、さっき解説した通り、チャフは1000万マスという膨大な見かけの質量を持っています。なので、多くの場合において、どんな物体よりも強い信号強度を持ちます。そして、新レーダーは信号強度が強い方から、8目標出力します。そんなこと言ってたね。この性質が重要です。じゃあ、実際にありそうな状況で、チャフ対策を説明します。左に FCR、右にチャフを発射した船があるとします。この時、FCR はさっきみたいな情報を出力すると思います。でもこれだと、チャフと船を見分けるのは困難です。同じような位置に何個か目標がある、くらいしかわからないからです。そこで、新レーダーの1メートル先に重りを設置した時のことを考えます。すると、この重りの信号強度は、近いので船より強いです。とはいえ、チャフの信号強度はそれ以上に強いので、チャフよりは弱いという状況になります。なので、この状況のレーダーは、こんな出力をします。これでどう見分けるの？重りは、レーダーから1メートル先に設置しました。でも、船やチャフはすごく遠くにあることがほとんどです。なので、距離の情報を使えば、重りだけを見分けることができます。そして、信号強度の関係を思い出してください。重りより強い反応はチャフ、弱い反応は目標です。このことから考えると、重りより先に出力されたのはチャフ、後に出力されたのは目標のはずです。あとは、チャフと重りの反応を無視すれば、チャフ対策完了です。へえ。でも、チャフより重りの方が信号強度が強くなるってことはないの？まあ、そういうこともあるよ。逆に、目標より重りの方が弱くなることもあります。こうなる場合があるので、この方式のチャフ対策には、最大距離と最小距離があります。最大距離より遠いと、チャフを判別できなくなります。
逆に、最小距離より近いと、大質量の物体を着と誤認します。最大距離を MAXAD、重りの信号強度を WSS とすると、この式で計算できます。最小距離を MINAD、重りの信号強度を WSS、目標質量を TM とすると、最小距離はこの式です。信号強度の式から導出してます。この2つの式を見ると、重りの信号強度が重要ってことがわかります。そして、最大距離と最小距離がトレードオフになってます。どういうこと？最大距離を伸ばすには、重りの信号強度を下げるしかないです。でも逆に、最小距離を縮めるには、重りの信号強度を上げるしかないです。こんな風に、重りの信号強度の設計が困りものです。最大距離を伸ばしつつ、最小距離を縮めるということができません。バランスのいいところで妥協する必要があります。だるいね。今回作った FCR では、重りの信号強度を635マス毎メートルとしています。最大距離と最小距離を計算すると、こんな感じです。目標の質量は、10万マスとしています。大型艦くらいの重さです。バランスはいいのかな？いいと思います。でも万が一、大型船に接近された時用に、アンチチャフ機能を切る方法をつけときました。重りをぶっ飛ばして捨てます。豪快だね。一回使うと元に戻せないので、最終手段です。ということで、解説は以上です。今回、動画投稿遅いじゃん。なんかあった？忙しかったのと、解説の準備が大変でした。それにマインクラフトも楽しかったしね。今日もやろ？バラさないでよ。まあ、遅れてごめん。ってことで、ご視聴ありがとうございました。高評価とかチャンネル登録してくれたら嬉しいです。あいつ逃げたぞ。